皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の嘘について日本側の記事で完全に論破されているのでご紹介しようと思います。今回論破されている韓国の嘘というのは、ソメイヨシノは韓国のものだという作り話についてです。季節は今まさに春なわけで、桜の開花シーズンです。日本各地で多くの人々が桜をめでています。そして桜をめでているのは何も日本だけではありません。日本から桜が贈られたアメリカ・ワシントン DC においても、桜の開花シーズンには桜祭りが行われ、多くの人々が桜の美しさに目を奪われるのです。しかしそのような光景は韓国にとっては非常に許し難い行為なようで、そうした桜というものはいやいや日本のものじゃない韓国のものだという主張を行っているのです。近年においてはこの韓国のソメイヨシノは韓国産だという話については科学的な裏付けが全くないことがすでに立証済みです。ですから韓国の主張というのは全くのデタラメなわけですが、しかしそのようなデタラメにもかかわらず話を信じ込んでしまったいわゆる個人だけではなく報道機関などもこの韓国起源説を未だに捨てきれていないようなのです。というのも今回ご紹介する記事というのは2021年3月29日に韓国の報道機関中央日報でソメイヨシノ韓国起源説に基づいた記事が発表され、その記事があまりにもひどい内容だったというので日本側の記事としてこれを完全に論破する内容です。今回の一連の動きというのはそれこそ韓国側がどのような行動をとっているのか、その行動原理について学ぶのに非常に良い教材になると思います。それでは韓国側の主張というものが全く間違っていますよという記事を見ていきましょう。ワシントン DC の桜は韓国産？ずさんな取材で拡散する嘘。韓国では春の風物詩のように毎年ソメイヨシノは韓国起源という類の記事が出ていた。だが2018年9月韓国山林庁の国立樹木園が韓国のチェジュ島に自生する桜とソメイヨシノは遺伝的に別物であるとの研究結果を発表して以降この種の記事はめっきり減っていた。今年はどんな陳説が出るのかと期待している筆者にとってやや寂しい時期が続いたが、2021年は違った。韓国の大手紙中央日報は3月29日ワシントンで満開の桜チェジュ島の桜だろうかという記事を公開したのだ。舞台はタイトル通りアメリカの首都ワシントン DC だ。日本でも非常に有名だが、ワシントンには日本から送られた数千本の桜の木があり、春の開花時期には桜祭りが開催されている。コロナ禍のため2021年は人手が少ないだろうが、毎年100万人もの観光客が集まるという。多くのアメリカ人が美しい桜の花と着物の試着など日本文化を楽しみ、日米同盟の蜜月ぶりを象徴する場にもなっている。この桜の木が実は韓国のチェジュ島から持ち込まれたものだというのが問題の記事の結論で、根拠の一つはアメリカ農務省による遺伝子検査だ。記事によるとチェジュ島に自生する桜とワシントンの桜が同じ塩基配列を持っているという事実が確認されたという。そこでアメリカ農務省の資料を見てみたところ、日本のソメイヨシノと韓国に自生する桜の DNA を比較した2007年の研究結果があった。しかし結論として韓国の桜はソメイヨシノの交雑種とは異なると考えられると結論付けられていて、逆にソメイヨシノ韓国起源説を否定するものだった。短期間で桜が揃えられるはずがない。問題の記事はさらに1910年に日本から送られた桜が害虫により全量廃棄されたことを紹介し、その14ヶ月後に6000本以上、ワシントンに3000本、ニューヨークに3000本の桜を改めて日本が送ったことについて、短期間に数千本の桜を再び集めることができたのかが問題だとして、チェジュ島で採取された桜がアメリカに持ち込まれた説には説得力があるとしている。では実際にはどうだったのか。経緯に詳しい兵庫県伊丹市元職員の荒西さんに聞いた。荒西さんによると、最初にアメリカに送られた桜は東京で準備されたものだったが、害虫により全滅してしまったという。そのため当時の農商務省がプロジェクトチームを結成し、短期間で大量かつ安全な桜の苗木を準備する方法が検討され、接ぎ木によって一気に桜を増やす案が採用されたのだ。そこで白羽の矢が立ったのが伊丹市だ。伊丹市は当時から柑橘類などを生産するための接ぎ木の土台となる木の生産が盛んで、なおかつ害虫を駆除するための特殊な消毒小屋を保有していた。そこで農商務省は伊丹市の農家に苗木約1万5000本を発注。伊丹の農家は見事にやり遂げたという。
荒川の河川敷で採取された桜の枝が接ぎ木され、静岡県の試験場で1年間養生された結果、ごく短期間で立派な苗をアメリカに送ることができたのだ。荒西さんのもとには、ワシントンの桜はチェジュ島産だと主張する韓国人から連絡が来ることがあるという。しかし、1912年当時に朝鮮半島から苗木が取り寄せられたとの情報や資料は全くない。彼らは接ぎ木で桜を大量生産する技術があることも知らずに、思い込みだけで連絡してくると呆れて話していたのが印象的だ。荒西さんのお話や様々な資料から、当時の日本人が総力を挙げ、全国各地の資産を活用して桜を育て上げたことは間違いないだろう。何の根拠もなく、単なる思い込みで短期間で大量生産などできるはずがない。こっそりチェジュ島から持ち込んだに違いないと主張するこの記事は、美しい桜をアメリカの人にも楽しんでもらおうと奮闘した当時の日本人を侮辱している。拡散される嘘。中央日報の記者は、ソメイヨシノ韓国起源説が破綻していることを知らずに執筆したのかもしれない。また、桜をアメリカに輸出した経緯についても全く取材した形跡がない。あまりのずさんさに言葉もないが、こうして嘘が繰り返されることで、デマを根拠に日本への敵対心を持つ韓国人が増えていくことになる。たかが桜と甘く見てはいけない。日本海を東海と呼ぼうとの韓国の執拗なキャンペーンに対し、日本は強い対応を見せてこなかったが、その結果、世界中のメディアなどで日本海と東海を併記する動きが出てきているのを忘れてはならないのだ。韓国の報道機関の記事においては、韓国起源説を唱えるにあたってその根拠として、アメリカ側の調べではソメイヨシノと韓国産の桜には遺伝的同一性が見られるということを一つの根拠としています。ところがこの記事でも指摘されているように、アメリカ側が調べたという事実はあっても、その結論というものはソメイヨシノと韓国産のものとは同一のものではないと考えられるという具合にして、韓国側の主張とは全く異なるものでした。このあたりは韓国側にとっては非常に都合の悪い、いわば結論の部分については改ざんを行っているということです。これはかなり悪質なことです。調べたという事実そのものは存在するわけですから、全くの嘘というわけではありません。しかし、結論については自分たちの都合のように改ざんしているわけですから、よく調べない人にとっては、そういったことがあるのかと、彼らの主張に納得している人が出てきても不思議ではありません。日本においては特にこのような話題というのは以前から繰り返されたことであり、韓国側の主張が間違っている嘘ということを知っている人も多くいます。しかし、世界にはそのような韓国側が嘘を繰り返しているという事実を全く知らずにこの話を聞き、韓国の主張をそのまま受け入れてしまう人というのも少なからず存在してしまうのです。そして韓国のこの報道機関の動きというものがどれだけ悪質かというのは、そもそも論としてソメイヨシノ韓国起源説の調査を行った韓国の山林庁が遺伝的な同一性がないことを認めていることからもわかるように、科学的な裏付けというものはそもそも存在しないのです。にもかかわらず、今回の韓国起源説を訴えているのは、韓国のネットユーザーの一人が何か思い込みに基づいて書いたものではなく、韓国の報道機関である中央日報の記事であることからもわかるように、個人で出したというよりも、その編集長や記事をチェックした人間が存在するわけですから、根拠がないということをそもそも知らないというよりは、知っていたとしても無視しているような悪質性というものが垣間見える話です。しかし、韓国側ではそうした裏付けがどうこうというような、いわば事実に基づいているかどうかというのは、実はそれほど重要視されてはいません。彼らの目的そのものは別に、自分たちの主張がどれだけ多くの人々に届くかというのが重要であって、別に本当の話か嘘の話かというのは彼ら自身も別にもう気にしてはいないのです。嘘に騙される人がどれだけいるかということこそが彼らにとっては重要な項目だからです。このことが現れているのがまさに記事の後半で書かれていた東海という表記についてです。韓国側にしてみれば、自分たちの主張をどれだけご利用しできるかということが重要なのであって、そのご利用ししている姿にもういちいち突っ込むのがめんどくさいなという具合にして、世界各国のマスコミなどが日本海と東海を併記するような動きになっているのは、そうした韓国側にとっては嘘か本当かなど全く関係ない。事象としてどれだけ日本側の主張というものを崩せるか、そのことにこそ彼らは生きがいを見出していることの証拠だと言えます。韓国の起源説については科学的な裏付けがないことがすでに日本側でも韓国側でも立証されているにもかかわらず、
彼らがこのような嘘というのをつき続けるのは、彼らにとっては嘘をつき続けてもそれを信じる人々が世界各地に存在することからもやめる理由がないのでしょう。だからこそこのような韓国人の行動様式というものを日本人がより多く知ることによって、まず韓国の人たちがこのような嘘を平気でつくことがあるんですよという大前提を私たちの予備知識として持つ必要があります。彼らのこのような嘘をつき続けていますよという大前提の知識を持っていれば、それこそ韓国起源説と彼らが主張している空手や柔道、武士、侍、刀、食べ物の様々なものについて韓国起源のものであり、日本文化など韓国の模倣したものだという彼らの主張そのものが全くのデタラメだということがよく理解できます。逆に言えばそのような予備知識がないと、彼らが真顔で嘘をついてくるよというこの事実に混乱してしまう人々が多く出てしまうでしょう。今回は日本の報道機関の側から完全な論破する記事が出ていたわけですが、このような活動というものはそれこそ外務省の中でもしっかりと常任の職員を当てることによって韓国側の主張というものをその都度完全論破するという構図を一つの様式美にしてほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。